鶏肉は驚くほどジューシーに仕上がる。そしてホワイトソースは一から作るという手の込みよう。今日の料理は昭和13年2月号のレシピに掲載されているフランス料理フリカッセチキンである。詳しい材料は概要欄をご覧いただきたい。ではまずホワイトソースからこしらえよう。バターは 50g 使用するが、まずは少量で炒める。よーく炒めたら残りのバターを溶かし、小麦粉を加え、柔らかい火で練っていく。今回のレシピは明治40年創業のレストラン中央亭のシェフによるものである。調べてみると、昭和の初期には一般家庭にガス調理器具が普及していたらしいから、本格的な煮込み料理も挑戦しやすい環境になっていたのかもしれない。バターがにじみ出し柔らかい感じになれば頃合いだ。牛乳は少しずつ入れる。そしてよーく練り込む。粒胡椒は手に入らなければ入れなくても構わない。そうレシピに書かれている。当時ホールの胡椒は珍しかったのかもしれない。スープは何のスープか書かれていない。チキンスープを使うことにする。弱火で1時間煮込む。その間に鶏肉に取り掛かる。鶏肉はおよそ 1.3kg のものを1羽用意しなければいけない。近所を探し歩いたが、生の丸鶏は小学校の飼育小屋でも見つからなかった。今回はスーパーで鶏もも肉を 1.3kg 購入した。味付けは丁寧に塩コショウしておく。大抵のレシピでは玉ねぎ半分、人参半分といった感じで野菜の分量が書かれている。しかし今回のレシピではグラムで指定されていた。野菜を狙った重さに切るのは難しい。次にセロリ。ここで思わず頭を抱える。分量は一茎と書かれている。一体どこからどこが一茎か。今考えてもこれで正解だったのかわからない。セロリの葉っぱは使わないようである。では捨てるのか。いや、それではセロリに申し訳が立たない。これは自己流だが、セロリはまず潰してから切ると繊維が目立たなくなる。おすすめである。鶏肉の炒め方についてレシピに気になることが書かれている。ごく軽く色づく程度でやめると、あからさまに生焼けである。
この時は一抹の不安を感じたが、今思えばこれが仕上がりに大きく影響していたのかもしれない。炒めと煮込みをマルチタスクで進める。今では当たり前の光景。しかし昭和の初期はガス七輪が主流だった。2つの作業を同時にこなすことは大変だったろう。鍋に鶏肉を並べ、炒めた野菜を一面にのせる。白ぶどう酒を入れたらきっちりと蓋をして蒸し煮にする。時間はほんの 2,3 分だけ。火を入れすぎてはいけない。次にホワイトソースを一面にかける。再びきっちり蓋して20分、静かに煮込む。太い竹串が楽に通るようになれば大丈夫である。さらに美味しくするには生クリームを加えるように書かれている。入れるに決まっている。フリカッセチキンの完成である。実は最後にソースを布巾で絞ると書かれているのだが、せっかくの野菜も無駄にしたくなかったので、その工程は省略させてもらった。一口食べて驚いた。これまで食べたことないくらいにジューシーである。しかもプリッと弾むような食感。長時間煮込みすぎなかったのも重要かもしれないが、軽く色づく程度しか炒めなかったことがこのプリプリ食感につながっているのではないか。知らんけど。一方で野菜はまだシャキシャキである。柔らかく仕上げるにはしっかり炒めるのがいいだろう。鶏肉は軽く、野菜はしっかり。今日のレシピは昭和13年2月号の雑誌に掲載されていた。翌3月には日本政府が中国の南京に中華民国維新政府を樹立する。これは中国の支配を迅速に進めるため日本が作った傀儡政権だった。そんな最中でこうした料理が食べられていた。ごちそうさま。